ゆっくりとした日本語のポッドキャストにようこそ。このチャンネルでは優しい日本語で日本の文化や言葉を紹介します。今日は月がきれいですね。この言葉、皆さんはどんな時に使いますか？空を見て、今日は月がきれいだなと思った時？はい、それも正しいです。でも、実はこの言葉、ある特別な意味もあるのです。月がきれいですねと聞くと、どんな状況を思い浮かべますか？普通は夜に月を見ている光景を思い浮かべると思います。ですが状況によっては、月を見ていなくても月がきれいでなくても、この言葉を言う時があります。それは、月がきれいですねが、好きですという気持ちを遠回しに伝える日本語の表現だからです。愛していますとは言わずに、月の美しさに気持ちを重ねる。日本語にはこういうはっきり言わない。でも伝わる言い方があります。特に昔の人は、はっきり言わないことで、気持ちの深さを伝えようとしました。言葉にしない優しさや、思いやりのようなものです。この表現は、夏目漱石という作家の授業でのエピソードから生まれたと言われています。ある日、英語の授業で、生徒が I love you を、私はあなたを愛していますと訳しました。すると、漱石先生はこう言いました。日本人はそんな風に言わない。月がきれいですねとでもしておきなさい。つまり、月がきれいですねは、あなたが好きですという意味になるのです。夏目漱石は明治時代の作家です。坊ちゃん、心、吾輩は猫であるなど、今も読まれている作品をたくさん書きました。心という作品は未だに売れ続けていて、日本で一番売れている小説とされています。また、昔の日本のお札にも、夏目漱石の顔が使われていたことがあります。それだけすごい人ということですね。もともとは英語の先生でした。だから言葉の意味や違いにとても敏感でした。夏目漱石はよく文豪と呼ばれます。文豪とはとても有名で偉い作家のことです。例えば、芥川龍之介や太宰治も文豪と言われています。この言葉は今でもアニメやドラマの中で使われることがあります。私が思いついたシーンは、
女神のカフェテラスというアニメです。登場人物が月が綺麗ですねというシーンがあります。このようにアニメでも使われている愛の告白です。これは今でも生きている日本語の表現なのです。アニメ「鬼滅の刃」でもこのセリフを胡蝶忍が敵に向かって言っています。しかしこの場合の意味は好きに見とれるほど余裕がありますという意味で、好きですという気持ちを伝えているのではありません。こういう言葉の空気も日本語の大事な部分です。日本語を学ぶ人にとってこれはとても日本らしい表現かもしれません。月が綺麗ですねは、愛していますという気持ちを優しく遠回しに伝える日本語の言葉です。夏目漱石の時代から日本語では言葉にしない気持ちを自然や美しいものに重ね合わせて伝える文化があります。言わなくても伝わる。でもしっかりと心に残る。それが日本語の面白さです。これまでを否定するようですが、今の時代に月が綺麗ですねで告白する人はいないです。今回のエピソード楽しんでいただけましたか？このチャンネルでは日本語の中にある面白い表現やその言葉の背景をゆっくりな日本語で一緒に楽しんでいきます。ぜひチャンネル登録してあなたも仲間に加わってください。それではまた次回。